金メダルですね。やっぱり戻るんですけど、スムースと一緒戻りますよでね。もやっぱ結構でもクリーム入れてった時の感じがすごいやっぱいいですね、特に。じゃあ月のワグマの靴お願いします。ベアですか？ベアです。月のワグマ最近北海道でもちょこちょこ出て、あ、ヒグマ。そう、ヒグマっすね。そうそう、ヒグマだ。月のワグマではない。球磨川の靴は磨いたことあります？球磨川の靴はないかもしれないですね、なんか部分的に使ってる靴のやつを少しケアしたことはありますけど、でもそれスウェード面だったんですよね。クマのスウェード。はい、スウェード面、そんな靴もあるんですね。はい、毛羽立ちがすごくて、なのでもう本当スプレーするぐらいの感じですよね、クリーム塗ってどうこうではなく。ちなみにこの靴は新コードバの靴より長く履いたんで、そんな感じがありますよね。これ靴職人あるまじきなんですけど、つま先出しに切れて開いちゃってるし、そうですね、リフトをちょっと削り切っちゃって、ちょっと積み上げ足しちゃってるしということで、そうですね、こういう履き方はダメですっていう例ですよね。とは言っても靴、たとえトップリフト削り切っちゃったりとかつま先開いちゃっても修理ができるっていうのは、こういう靴のいいところではありますけどね。そうですね、ただここまで履くよりももう少し事前にしっかり修理した方がより綺麗に修理も仕上がるし、寿命も長くなるということなので、こういう履き方はダメです。石沼さんとこの靴のオールソールとかっていうのは、郵送で頼む感じになるんですかね。そしたらそうですね、フルハンドメイドだったらやっぱり木型入れ直してっていう方がいいんで、工房で純正でやった方がいいと思いますけど、今やってる MDO のくぶ仕立てとかってそういうくぶ仕立てで作れるような作り方にしてるんで、その腕のある修理屋さんだったら別にできます。どこででも、それはブラシ小刃のところの汚れを落とし、そうです。まずちょっとなんかほこりっぽいし、ほこりが詰まってたんで、一回ちょっとかき出してあげる感じです。このライニングの色もあえてこうグリーンにして。そうですね、それ馬側のグリーンのライニングなんですけど。馬ですか？はい。こちらもまずデリケートクリーム、そうですね、ライニングのケアですね。林田さんが最終的になんか目指す磨きの極意というか目指す部分ってあるんですか？どういう磨きをしたいって。そうですね、難しいですめちゃぶりどういう磨き、そうですね。でも追求にやっぱりこう終わりはないので、とにかくこう美しい磨きっていうんですかね、美の追求みたいなのがなんかずっとやりたいですね。それはただ輝かせるだけではなくて、その靴とか人に合わせるっていう意味も含めて。そうですね、人に合わせる、その靴にとって一番なんかこう綺麗な形っていうんですかね、多分違うと思うので、この仕事を続けてる限りはなんか極めるみたいなことは多分ないと思うんですけど、
極めることがないっていうのは、それたどり着けないってことですか？そう、なんか終わりないじゃないですか、やっぱり。まあ、だからまあやりがいもあるとは思うんですが、自分でなんかこう、あ、これバッチリ磨けたなって思って喜ぶというよりは、なんかその、帰ってこうお客さんの満足度ってなんとなくこう伝わるじゃないですか。はい、まあ、それがなんか高そうに見えると、やっぱなんか、よっしゃみたいな感じはありますよね。そこは結構なんか奥深いというか、難しいところなのか。リフト気になりますね。すいません。この靴、YouTube の動画でコメントとかで、ライブの配信のコメントとかで、熊川のエイジングの様子が気になるんで、そういう動画出してくださいっていう声が結構ずっとあって、なるほど。僕、それ、やるとなったら、ちょっとこの状態の靴見せられないから、ちゃんと修理してからじゃできないなとかって思ってたんですけど、ちょっと時間なくて、全然できずにずーっとこのままって、で、ついにここで。先に磨きやっちゃったみたいな。そうですよね。リフト修理するとき、アッパーも触りますよね。とりあえずこの靴は、この磨きした状態で修理せずと、一回。はい、置いときます。そうですよね。アッパーのエイジングはね、見れますからね。下修理しなくても。どれぐらい履いてこれぐらい削れるんですかね、リフトって。このリフトの厚み確か6ミリだったと思うんですけど、6ミリだと週2、3履いたら、歩き方にもよって全然減らない人もいるんですけど、僕の場合は週2、3履いたら3ヶ月ぐらいで交換時期になりますね。そんなに減ります？ 3 ヶ月、4ヶ月ぐらい。結構リフト減っちゃうんですよね。それはなんか足を擦ってるんですかね、ある時に。多分着地の時にちょっと擦るようなあれなんだと思うんですけど。ちょっと燃費が悪いっていうか。そうですね。でも減らない人って本当オールソールまで減らなかったりしますから。廃屋の高級車みたいな感じですね。そうですね。でその靴は犬の散歩にもずっと履いてて。ワンちゃん。コンちゃん。コンちゃん。はい。YouTube にも出てた。そうです。で、雨の日も関係なく入ってたので、の割にはというか、全然このツキノワグマの皮は、そういった雨とかには全く問題なく、ただソールが減っただけの状態ですけど、首荒れとかも全然しないし。なんか履いてて、クリームエが結構いい感じになりますね。はい、そうなんですよ。あんまりでもあれですか、供給が安定しないというか、これは、あれですか、駆除された。ですね。はい。ただ、ツキノワグマの皮は最近、ちょっとこの川谷さん、バリドっていう川谷さんなんですけど、が頑張って動いて、年間100頭ぐらいはいけるみたいな。年間100頭。でも、鹿とかって何万頭とかなんで、それに比べるとかなり希少な価格ですね。高価でもあるんですか？そうですね。高いんですか？高いです。あれ、オーダーするってなったら、アップチャージ、そうですね。NTO では、これ22,000円のアップチャージいただいてるんですけど。22,000円か。そっか。ちょっといい革ですね、そしたら。そうですね。普通のそういうヨーロッパの、ボックスカーフ系の、倍まではいかないですけど、1.5 倍から2倍弱しますね。
ぱりツキノワグマってヒグマほど大きくないけどやっぱり危険みはいはい。たいで、うんうん。なんか罠を仕掛けてその檻に捕まったのを、はそれを捕獲するみたいなんですけど、い。はい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 。鉄の檻もぶっ壊すようなのもいて、そうっすよね。結構大きいんですかね、月の大きいのは大きい。多分1メートル、1.5メートルぐらいのが、まあ多分普通のやつだと思いますけど。もう対峙したら結構勝てない感じですよね。いや、もう無理でしょうね。白間さんとはいける。無理です。あ、無理ですか。ちょっとこれで。これはうん。世界チャンピオン記念のそう、ワックスですね。ワックス。中身はうちのブリタッシュのワックスと一緒なんですけど、側が違うっていう。ウィナー直樹林と。そうなんですよ。この記念すべき世界一ワックスで磨いていただきました。ちょっとやっていきますね。熊川のオーダーも結構ありますか？結構ありますね。あ、そう。一番の人気はイノシシ川で、その次が、熊川と新コードバンって感じですかね。その熊川のなんかメリットとかってあるんですか？メリットは、川としての、一番はやっぱりこの独特な熊川の表情です、ね。表情。はいはい。なんか脂肪感が他とは違う、つぶつぶ感があるっていうか、うんうんうん、立体感のある脂肪感がやっぱ一番メリットっていうのと、うんうん、あとかなり靴を作るには適してるような革で、柔らかさと張り腰っていうのがどれが強すぎても、まあ、作れはするんだけど作りづらかったりとか、まあ、柔らかすぎてちょっと伸びやすいとか、逆に硬すぎて歩きづらいとかってあるんですけど、その辺のバランスがすごく取れてる。確かに柔らかすぎないな。新コードバンの方がやばいですよね。そうですね。これ不思議なのが新コードバンの方が柔らかいは柔らかいんですけど、柔らかさの先に硬さがあるみたいな感触があって、深いんですけど、柔らかさの先に硬さがある。ある程度柔らかいんですけど、それ以上は譲らないよみたいな硬さが入ってて、稀によくあるみたいな、稀によくあるみたいな感じですどっちみたいな。熊川は逆にめちゃくちゃ柔らかいわけじゃないんだけど、その先の硬さっていうのは感じないっていうか。ああ、なるほど。繊維的にはコードバンの方が細かくてしっかりこう、繊維同士が手つないでる印象なんですかね。そんな感じがありますね。まあでも表情か、熊川は。確かになんか、イノシシもいいけど、熊もいいな。イノシシよりも少しその落ち着いた表情っていうか、落ち着いてるんだけどワイルドさもある。これどういうモデルがやっぱオーダーされるんですか、熊川だったら。熊川は今まではですね、U チップのチェスナットっていう U チップのモデルと、あとフルブローグ、マホガニのフルブローグですね。マホガニのっていうか、チェスナットがこの U チップで、このフルブローグのマホガニ。ああ、そう、フルブローグで熊川か。今僕が磨いていただいているのはこのソーキースなんですけど、ラスト形状が自分の足に合わせてちょっと違いますけど、これでこの僕の靴、熊川で作った靴を見て同じ仕様でオーダーいただいたとかもありましたね。そうっすよね。同じのくれってありそうですね。めちゃくちゃほら。脂肪感をなんか残しながら磨くみたいな感じがいいんでしょうね。そうですね。でさらに脂肪感を磨くことでより脂肪感が強調されるとか、つぶつぶ感がよりはっきりわかるとか、かつ輝いてるみたいなのがそうですよね。理想的かな。でもなんか結構それがなんかやりやすそうにも見えるけどな。比較的。普通の脂肪があるじゃないですか。
牛の。はい。あれとかは結構やっぱその脂肪肝っていうかその、凹凸がやっぱり大きいので、はいはい。こういう皮より。結構難しいんですけど、あこれもある意味磨くの楽しい皮かもしれないですよね。脂肪肝がある皮、脂肪肝ってまあ多分片押し、結構しっかり片押しがされてるような皮って、つま先でやっぱそれを残しつつ、あれするんですか、それともちょっと埋めるような感じでいくんですか？いや、僕はそんなに埋めないんですよね。結構難しいですよね。なんかこう、ほんと先の先ぐらいは埋まってていいと思うんですけど、その埋まり具合もグラデーションして綺麗にしていかないと、美しく見えないっていう難しさがあって、でもその脂肪側って結局その溝の深さとかも違うじゃないですか、場所によって。だからかなり難しいですかね。そのグラデーションをしっかり綺麗につけてあげるっていうのは。なので、本当のことを言うと、そのカウンター磨きって一足1時間1時間ぐらいでやるんですけど、その脂肪の完璧なグラデーションまで目指してたら多分、1時間とかで綺麗にできる人はなかなかいないんじゃないですかね。納得いくまでやるってなったら。っていう難しさありますよね。ワックスとかクリームって、やっぱりその皮の色に合わせて、まあさっきのこの新コードバンの場合は、糸が白いんでナチュラルの方がいいな、ニュートラルの方がいいなって感じだと思うんですけど、基本的には皮の色に合わせて、そうですね。セオリーですか？そうです、そうです。皮の色に合わせたり、あとはそのちょっと濃いめにして、アンティーク調にしたりとか。ニュートラルって、まあ透明だから、どんなのでもとりあえず使えるかなとか思っちゃうんですけど、はい、使えます。ニュートラルのワックスを厚塗りしていくと、なんか白くなったりしますよね。そうですね。はい。白っぽくなる。屈曲するともうほんとすぐ白くなりますよね、特に。パキッと磨くだけだったら、そんなにね、白々とはなんないとは思うんですけどね。こういうとこですよね。こういう曲がるとこですよね。いいですね。ちょっと熊革いいですね。ちょっと。こういう熊革を初めて磨かしてもらってるんですけど、イノシシはね、やっぱ何回かあるんですよ。そうなんですね。吉田さんのもありますし、別のお客さんとかで、イノシシ革作った人とか、ね、それ磨いたことあるんですけど、熊はやっぱなかったですね。お、いいんじゃないですか、熊。わ、いいですね。これはちょっと。欲しくなりました。そうですね。どういう時に履くかですよね。あとね、どういう服合わせるかとか、どういうパンツを合わせるんでしょうね。カーゴパンツ、ミリタリー系とか、めちゃくちゃ良さそうですね。確かに。チノバンとか。そうですね。まあもちろんデニムもいいし。モールスキンとか。ああ、確かにいいですね。そのあたりですかね。まあでもちょっとミリタリー感なんですかね。まあ多分このデザインが、外羽のキャップっていうのもあって、そういう風に見えると思う。そうか、デザインが違えば結構また変わってくるのかな。MT オーダーでいただいたチェスナットのナチュラルのイノシシ革で、まあもうすごく生成りの白に近いようなイノシシ革で制作したんですけど、それめっちゃ今ここに写真とかで出てるんですか？出てます、ポッて出てる。そこに出てます。それすごいなんかおしゃれな感じでしたね。これかなり武骨っていうか男らしい感じじゃないですか。はいはいはい。そのナチュラルの熊革っていうのはすごいなんか上品な感じ。白パンとか回してもいやめっちゃ良さそうな感じ。いい感じってことですかね。でちょっとチワワとか小脇に小脇にこうちょっと抱えて。何してるんですか？すいません。イメージ的にはちょっとチワワかな。どこのトークが使われて、全部です、どこのが使われないのか。ノーカット。ノーカットなんですか？ちょっとカットしましょうね、ちゃんと。結構多分、はい、そんなにカット入れないと思います。マジですか？はい、なんか変なこと言ってないですか？大丈夫です、大丈夫です。
チワワぐらいでしたね。あ、チワワカット。はい、チワワカット。ね、結構いい表情しますよね。はい、このかかと、僕特にこのかかとの部分好きですね。このプツプツ毛穴がこう残って、毛穴の部分がへこんでるからそこにワックスが入らないっていう。それがまたいいんですよね。なんかちょっと石みたいな。ああ、確かに。磨かれた石みたいな。石沼さんはこう靴を作ってる時って一番どういうタイミングが楽しいっていうか。一番楽しいのは、そうですね。最近は僕結構パターンを力を入れて最近。パターン、はい。力を入れてというか、最近成長が自分の中で感じられるんですけど、はい、そのパターンがうまく仕上がって仮釣りをするときですかね。ああ、なるほど。その時々によってやっぱり楽しいポイントが違うんですけど。じゃあまたなんか今後も MTO の新型とかが出たりするんですか？ああ、それはもちろん出す予定ではいるんです。なんかクロケットぐらいなんかモデルがいっぱいあるようにしたい的な、はい、ちゃんと見てるんですよね。ありがとうございます。そうなんですよ。クロケットのモデルと木型の数のバリエーションはすごいですから、ね。どれぐらいあるんですか？僕全然知らないんです。木型は100、200以上あるみたいな聞いたことあります。そんなにあるんですか？100、200。100、200ってでもだいぶ違うからどっちだろう。でも100でもだいぶ多いですよね。100でも多いと思います。そんなにいりますだって。だからなんなんでしょうね。そのフィット感と多分つま先形状とっていうのいろんなバリエーションがあるんだと思うんですけど。にしたって多いっすよね。木型ずっと納得いってないみたいな感じではないですか？まあでも多分木型をクロケットぐらいの会社だったら木型の部門があると思うんで、そういう人たちがもしかしたらずっとそういう開発を木型の新しい開発だったりしてるのかもしれない。そうですよね。もっといい木型になるかもしれないみたいな、ずっとやり続けるみたいな。あとそのデザインに合わせなんか今年はデッキシューズとかクロケット力を入れてるっぽいんですけど。あ、そうなんですか。今年この SS ってことですか？そうですね。多分そういう新しいデザインに合わせてそれ用に木型を起こしたりっていうのが多分あるんじゃないですかね。そういうだからデザインに合わせて木型を起こしていってっていうのがどんどん蓄積されている状況かもしれない。でも把握はなんか大変そうですね。本当。そうですね。しかもサイズもそれだけあって多分何千何万って木型あるんでしょうね、工場には。いや、そうですよね。水で研いでフィニッシュですね。これ実物、この動画よりも実物の方が全然すごいです。やっぱ黒靴ってなかなかね、綺麗に映らないですよね。黒靴どうやったら綺麗に映るんだろうっていう。これが外だったらまだいいと思うんですけどね。大空靴磨きやったら。林田さん、磨きが直樹でどうですか？大空靴磨き。そうですね、磨きだ直樹でちょっと牧場で牛眺めながら。いいですね。北海道の牧場で青空靴磨き。そうですね。近日公開。絶対近日じゃないですね。靴磨きのブラシってどんどん、特に豚毛のブラシってクリームが溜まっていくと思うんですけど、なんか除去したりきれいにしたりすることあるんですか？しないっすね。はい。そんなに溜まってかないですね。ちょっと塗りすぎちゃってたり。塗りすぎの場合にどうはい。これ何もしてないんで、特に使ってる。何年ぐらい経ってますか？これ何年経ってんですかね。でも、そうですね、10年近く経ってるかもしれないですね。これは。確かに
全然このベタベタ感ないですね。ベタベタ感ないですよね。紐もなんか、そうそう変えた方が良さそうですけど、一旦通しときますかね。はい。よし、お待たせしました。こんな感じですね。素晴らしい。ひらめきがすごい。こんな感じでいいんですかね。もちろん最高です。ありがとうございます。この履き状の部分、だいぶワックスが乗ってるわけではないんですか？すっごいツヤですね。塗ってます。塗ってます。はい。ワックス塗って、で、ブラッシングでツヤを出してあげてるって感じですね。なんで膜にはしてない感じですね。はい。ありがとうございます。はい。ですね。いや、ありがとうございました。めちゃくちゃ綺麗になって、かっこよく見違えるようになりましたね。いや、ありがとうございます。こちらこそ。さすが世界一の磨き、ありがとうございました。とんでもないです。堪能できました。ありがとうございます。今から受注会、また2日目よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お客様がいらっしゃいましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。